一言で言うと、ファッションっていうより、なんかカルチャーっていう軸で撮りたいなっていうのはずっと思ってますね。しかもそのカルチャーっていうのも、あの、日本って何系とかギャル男とか原宿系とかたくさんあるじゃないですか。で、俺がこっちでそういうのあんまないですよね。まあ、スケーターとか、なんかそういうのはあるけど、ファッションにおいてあんまその縦割りのこう概念というか、カテゴリー分けの概念があんまりなくて、多分それって日本人の多分特性だと思うんですけど、なんか俺が思うのは、まあ自分が昔ギャル男だったからっていうのも多分ちょっと一つ起因してると思うんですけど、ニューヨークのギャルを、イケてるギャルとギャルを撮ってるっていう感じで一応やってますね。日本語でよく言うのは、おしゃれな人じゃなくて、イケてるやつを撮るっていう、よく言うんですけど、っていう感覚ですかね。まあもちろんおしゃれだとは思うんですけど、おしゃれだけじゃなくて、まあイケてるって多分すごい、アホみたいな言葉なんですけど、意外と眼蓄があるというか、イケるって難しくないですか？おしゃれになるのって結構簡単だけど、イケてる人になるのってすごい難しいじゃないですか。やっぱそれで年齢的な問題もあるだろうし、その、服だけに限らず、やっぱその、つるんでる人だったりとか、そういうコミュニティによっても変わるだろうし、だからそれでその人の所作だったりとかも変わってくるわけだし、やっぱちょっととっつきにくそうな人ですよね。だからやっぱり。話しかけるの毎回めちゃくちゃ怖いですもん。毎回もう手震えながら写真撮ってますけど。苦手なんですよね。知らない人に声をかけるの。でもそれも一つの自分のバロメーターとして使ってて、怖いし声かけたくないけど、それでも何としてでも撮りたいって思う人以外撮らないっていうふうに決めてるようにはしてますね。そういう、なんか中途半端な人で数を増やすっていうよりかは、なんかその今の若者、まあ、特にニューヨークのマンハッタンダウンタウンファッションキッズの、本当上積みというか、俺が思う上積みの人たちを定点観測的にこう長期間にわたって撮り続けるっていうのが多分この写真のプロジェクトのテーマで、でもまあ確かに多種多様ではあると思うし、あとやっぱりそれぞれ違うルーツを持ってる人が集まる中で、一つのかっこいいっていうディレクションというか、こういうのがかっこいいよねっていうのが生み出されるわけじゃないですか。まあ多分一言で言うとそれが流行って言葉になるんだと思うんですけど、その同じ人種の中で生まれる流行よりも多人種の中で生まれる一つの流行って、まあそれは多分ちょっと概念としても変わってきますよね。昔の写真だから価値が出るっていうのがやっぱあるじゃないですか。まあ、20年前のスナップだから見ててなんか興味が出るなみたいなのとか多分絶対あると思うし、そうそう。まあだから俺がこの自分のスナップを始めた理由の一つとしては、その今撮ってどうこうっていうよりかは、とりあえずまず撮りためて、で、そこからまあね、20年経ってからじゃあどうしようっていう気持ちでやろうかなっていうつもりで始めたものだったので、ステッカーってやっぱ身近だし、こうやっぱストリートカルチャーの一つでもあるじゃないですか。その手軽さみたいなところもあるけれど、なんかこれをアートピースというか、これをアートワークにできないかなっていうのはまあずっと考えてて、なんか雑誌よりも俺こっちの方がなんか性に合ってるかなっていう気はしてて、だからなんかシートにしてみたりとか、まあちょっとそれも全然模索段階なんで、全然何とも言えないんですけど、そうですね。まあ一つ俺が考えてたのは、このステッカーももう4年ぐらいずっと構想というか、いろいろ自分で考えて作ってて、今手元にあるんですけど、最近ホログラムの昔の遊戯王カードみたいな、これちょっとわかるかな？合ってんのわかります？そう、こういう感じでやってて、なんかそのアウトプットというか、その見せ方をどうしようっていうのは自分の中でもちょっとこうもっとバッて見せたいっていうのもあるから、結局もうインスタグラムはもうあれで使い続けて、まあ今現状を見せる場所として使って、あともう本当に名刺代わりですよね。はこういうことをやってますよっていうのを人に見てもらって一発で分かってもらえたらいいなっていう場所にしようっていう、それだけでやってて、まあそれ以外は正直あんまりまだ、
ちゃんと自分の中でもはっきりどうしたいか分かってないっていう部分がある上でのっていう感じですね。なんか自己の幸せってなんだろうっていうのはやっぱ考える時間がすごい長くて。っていうのはやっぱ海外にいると一人の時間って長くなるし、友達もいないから、まあ今は結婚しましたけど、つい数年前までやっぱすごい闇の時代があって、もう本当に誰とも喋らないみたいな、スナップ行ってる時間以外誰ともコミュニケーションを取らないみたいな時がやっぱあったりして、やっぱその自分哲学みたいなところにやっぱすごい走るようになって、まあ、走るっていう言い方もちょっとおかしいのかもしれないですけど、自然と別に宗教に入るわけでもなく、トラックに頼るわけでもなく、やっぱ自分の考え方一つで自分の幸せっていうものをこう構築していけるようになれたら、ならないと多分ダメなんだろうなっていうのはやっぱどっかでずっと考えてる部分があって、でも写真ってそうじゃないですか。結局お金かかんないし、今俺もう全部 iPhone で撮ってるんですけど、やっぱ物理的なものからの解放っていうのに多分すごい執着し始めて、それから。まあ、といつ最近めちゃくちゃ服買ってるんですけど、夏になってコレンティーン開けて服買うの楽しくなっちゃって服は買っちゃってはいるんで、そこはちょっと何とも言えないんですけど、やっぱその、まあ、ミニマリズムとかそういうまあいろんな情報も入ってきたりして、でもなんかそれは流行ってるからっていうのももちろんあるのかも、刷り込み効果もあったのかもしれないですけど、やっぱその自分が考えてたことと合致するから、やっぱ世の中の流れがそうなってきて、自分がそう思うってことは多分他の人もそう感じてるわけじゃないですか。人間ってやっぱそういうシンクロニシティが絶対あるわけだから、世の中の流れ、それが多分流行になったりするわけで、誰に言われたわけでもないけど、こういう風に気持ちが動いてるって多分あるわけじゃないですか。で多分俺も多分その一端になっちゃってるだけだと思うんですけど、やっぱその、いかに物から解放されて自分の幸せっていうものを考えられるかってなった時に、やっぱその余計を撤廃して、いかにその自分のゴールまで最短距離で行けるかっていうのをすごいやっぱ考えるようになって、自分の生活の中から無理なく生み出したもので、人に何かしら共鳴して、自分がそこから幸福を得られるようなもの、見方次第では生み出せるんじゃないのかなと思って、で、この The Way You Are the Day っていうプロジェクトとしてやり始めたのが6年前なんですけど、これはもう仕事が全部なくなったんですよ、そのスナップの仕事がね。だから、やめようかなと思って、もう、その、インスタが流行り始めて、スナップとかっていう感じじゃなくなって、その仕事が全部なくなって、じゃあやることないじゃんってなって、やっぱやっていくうちに、これって自分の人生でもあるわけじゃないですか。自分がどこにいたかとか、何時にどこにいたかっていう記録でもあるから、だから途中から時間とか場所とかも写真に入れるようにし始めたんですけど、なんかあくまでそのスナップとしてニューヨークのカルチャー、彼らのこの人たちのなんかこの日の姿っていうのでもあるし、この時のニューヨークのトレンドっていうことでもあるし、でもう一つの裏テーマとして自分がじゃあその時どこで何をしてたのかっていうこともここに記せるかなっていうふうに思うようになって、でこれってお金かかることじゃないし、でもこれと合わせて、でこれをじゃあどういうふうにもっとこう側面からそのメッセージを伝えていけるかなって考えたときに、その窓からのやつとか、あともう一個やってるのがあって、毎日自分の服をがあるんですけど、あれとかもそうだし、あとまあもう一個は普通に街で普通に今日見たものとかを撮ってあげてる4つを今やってるんですけど、なんかその自分、まあちょっと服のやつに関しては自分のセルフィー載せちゃってますけど、その自分っていうものの存在を言葉とかそのを通さずに、自分っていうもののこのなんていうんですか、枠組みをこの内側を見せることによって説明するんじゃなくて、その外側のフレームを見せることによって自分っていう人間がこういうものなんだよっていうのがそこで表現できるようにならないかなっていうのがあって、まあ、全部ハッシュタグつけて、まあ、その結局自分のストーリーという意味でなんかそれをまとめて最終的にこうなんていうんですかね、自分っていうものがこういうものだっていうところでできたらいいなっていうのと、やっぱそれが一つ形になることによって自分は間違いなく充足感を得られるわけだし、だからなんかもしその自分がやってることが少しでも何か人に対してそういうインスピレーションになったりするのであれば、
多分それって自分にとってもこれ以上の幸せなことは多分ないだろうから、しかもそれが自分の生活の中から生み出せるのであれば、こんなに低コストなものもないし、その今みんなが求めてるようなわざわざ高いお金を払って秘境の地に行って1枚のインスタグラマ棒写真を撮ってポストしてライクをもらう快感って本当に必要なのかなっていう、なんかそういうアンチテーゼもすごい結構ある部分はちょっとあって、いかに自分が素朴でどこにでもいる人間かっていうのをできるだけ包み隠さず出したいっていうのは結構あって、みんなやっぱ格好つけるじゃないですか。そういう風に多分なるように世界が仕向けられてるから、だからこそなんかそのもうなんていうんですか、脚色なしできる限りでみたいな風にしていけたらいいなっていうのは思ってずっと、これはやってるんですけどね、それぞれのプロジェクトは。俺が今全部やってることって誰にでもできることじゃないですか。みんな iPhone 持ってるし、スナップだって街に出て写真を撮れば、これって誰でもできることだから、もちろんその続けることは難しいと思いますよ。ただその可能か不可能かで言われたら可能じゃないですか。結局その自分がテーマを持って日々を過ごしてれば、それが$500のカメラだろうが iPhone だろうが、その全部何かしら価値のあるものになるっていうのをこれで伝えられたらいいなっていうのは、ちょっとすごい恥ずかしい話なんですけど、まだその途中なんで今言っちゃったらあんまりなんか説得力ないんですけどね。ただ一つ心に決めてることは、もう何年かかってもいいっていうのは思ってて、これを半年とかでまたね結果を出そうとするとまたやっぱ変わってきちゃうじゃないですか。今みんながまさに俺がアンチテーゼを唱えてる、その今すぐにフェイムが欲しいとかお金が欲しいみたいな、でそうすることによって得られる充足感、外的な刺激とかっていうものに溺れていくっていうところからの解放って言ってるのに、そこを我慢できなかったら結局それって同じことだからっていうのが、俺は多分写真を通して多分ずっと考えてることで。